こんにちは、IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。1月26日の IKEA 港北店の様子です。ルームセットがリニューアルされてました。こちらは安くてびっくりなサイドテーブルなんですけども、それにクッキスっていうボックスを合わせて置いてあって、サイズがちょうどいいんだなっていうのが分かってよかったです。この照明のファードもすごい可愛いですよね。ルームセットはすごいおしゃれになってて見応えがありました。ワゴンに有効ボードをつけてるのも面白いですよね。奥にあるトロファストっていうおもちゃ収納なんですけども、それにランドセルを入れたりしているのも実用的な収納アイデアでいいですよね。なんかライトの使い方とかも非常に可愛いなと思いました。IKEA のルームセットってこういう収納の中、扉の中とかもちゃんと作られてて、開けていくのが面白いんですよね。今回はキッチン用品が多めになっています。新商品ですごい可愛いのがあったので紹介します。新生活を始められる方も多いと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。このシンク上の水切りラックっていうんですかね、前もちょっと紹介しましたけど、すごい人気みたいです。幅が伸縮できるのがいいですよね。ものすごい作りしっかりしているんですよ。足に吸盤がついていて、すごいしっかりしていて安定感がありました。ルームセットはですね、すごいおしゃれになってるなって感じでした。キッチンカウンターにテーブルクロス水色のね敷いてあるのとかもめちゃくちゃ可愛いですよね。水色の花瓶とかと合ってて、はい。でキッチン用品ね、いいものいっぱい出てて、もうスイスイねイエローバッグに吸い込まれていきました。はい。で購入品なんですけども、まずねこちら変なねものを買いました。変なもの紹介の仕方よ。これ何だと思いますか？引っ張っといてなんですけど、正解はこれ後で紹介します。先にねキッチン用品から紹介していきたいと思います。こちらのキッチンクロスです。めっちゃ可愛いですよね。こちらのルームセットで見つけまして、めっちゃ可愛いなと思って、このねかけ方も含め真似しようと思って買ってきました。こちらはリネンが 40% 含まれている生地になっています。なので見た目が可愛いだけじゃなくって、吸水性も非常にいいキッチンクロスということなんですよね。大きさも結構大きめですよね。はい。乾燥機は不可というふうに書いています。リネンなので縮んじゃうよってことだと思いますね。でループが、縦方向横方向両方についています。で乾燥機ダメってことなんですけども、乾燥機かけたらどうなるんだろうということでやってみました。こんな感じです。縮みましたねでもそんなしわくちゃにならなかったですね。意外と使っていくうちにどんどんね柔らかくなってくるかもしれませんね。めちゃくちゃ可愛いです。はい。で実際に使ってみると吸水性はねやっぱいいですね。コットンのものに比べたらこうべちゃべちゃになりにくいのがいいなと思いました。こうやってかけててもめっちゃ可愛いですよね。はい。でこのキッチンをちょっとね模様替え軽くしました。こんな風にネレビっていうレールをつけていきます。ネレビはですね699円で非常に安価なポールなんですよ。めっちゃ可愛いですよね。こちらのフックの頭の部分だけを使って設置しています。非常に細い釘で留めていく感じですね。ちなみに取るときはですねこんな感じで釘を引っ張ったら簡単に取ることができます。非常におすすめの設置方法です。でちなみに外した場所の穴の感じはですね、こんな感じでちっちゃい穴が3つ開きます。はい。壁にね大きな穴開けたくない方はぜひこれ使ってみてください。おすすめです。このフックも同じシリーズのフックなんです。すごい可愛いですよ。でこんな感じでグラスをねカップをかけたりしても可愛いですし、お店の真似してクロスをかけてみても非常に可愛いなと思いました。
そこのコーナーはねなんかほぼほぼ IKEA でなってきてますね。このクロスやっぱめちゃくちゃ可愛いですね。他にもキッチン用品新商品出てまして、フェルグクラっていう人気の食器のシリーズがあるんですけども、それのセットになったものが売ってました。なんと10点セットです。多いよ多い。でもこれから新生活始める方にはいいかもしれませんね。同じ種類が2個セットずつ入っているというものです。このフェルグクラシリーズってマットな質感がめちゃくちゃ可愛くて人気なんですけど、4枚セットで普段売ってるんですよね。たまにアウトレットコーナーに行くと単品で売ってることあるので、単品で欲しいねんって方はアウトレットコーナーをちょっとちょこちょこ見てみてください。続きましてはこちらのランチョンマットを購入したので紹介します。フリーグフィスクという新商品で、布ではなくてポリエステル製なので簡単に拭いて汚れが取れますよっていうものです。こういうのはダイソーにもあるよなと思いながらね、買ってきました。早速ジャバーっと水で洗ってみましたけども、非常に水切れが良くて良かったです。大きさがしっかりあるので使いやすいなと思いました。あと色味がめちゃくちゃ可愛いですよね。色展開がすごい豊富なので400円しましたけどもいい商品だと思います。はい、ぜひ店舗で見てみてください。こちらも新商品のまな板です。めっちゃちっちゃくて面白いなと思って買ってきました。前竹製の小さいまな板買って非常に便利だったので、これもどうかなと思って買ってみました。小さいと収納する時も食洗機の中でも場所取らないので非常に便利だなと思ってます。ただね、食洗機から出したらねめっちゃ曲がってました。耐熱70度って書いてあって、もうね食洗機 OK のマークは書いてあるんですけど、結構柔らかいのかな。またグイって押せば使えるぐらいには戻りましたね。簡単に曲がりました。あとミニトマトを朝切ったりする時にちょうどいいかなと思いました。ちょっとバナナはね転がっていきそうで使いにくかったです。超ミニの方はもう何に使ったらいいんですかねっていうぐらいちっちゃくてまだ使ってないです。はい、こちらはレギティームまな板2枚セット299円の商品です。続きましてはちょっとキッチンから離れるんですけども、こちらの私がリピ買いしているブラシを紹介したいと思います。新色が出てまして、旧カラーは299円で売ってるんですけども、新色は199円です。ここ数年結構値上がりがあったので、これから出てる商品はちょっと、値段が戻っているっていうことなのかもしれないですけども、同じような現象が他のカラーバリエーションが出ている商品でも新商品と旧商品で値段が違うってことがあるので、買われる際は注意してください。でこちらは、靴を洗う用のブラシなんですけども、何がいいかと申しますと、こちらの黄色い方のブラシがですねすっごい硬いんです。硬くて毛が短いのですごいねコシがあって靴をゴシゴシしやすいっていうものになってます。上履きを洗われる方にすごいおすすめの商品です。で後ろ側はスクレーパーっていうんですかねがついています。こうやってね裏に挟まったものを取るものになっています。で非常に短くって小型なので子供でも使いやすいんですよね。でも100均にもあるよねって思ったと思うんですけど、はい、100均にもあります。日本の100均はすごいですからね。こちらはセリアで購入してきたブラシです。結構固めでいい感じでしたね。セリアで売ってるこれもちょっとね来週の上靴はこっちで洗ってみてよって子供に勧めてみたいと思います。なんとなく絵は IKEA の方が頑丈な気はしますけども、はい、どうでしょうか。ちゃんとかけられることもできていいんじゃないでしょうか。はい、でいよいよこちらを紹介したいと思います。このベルトが2本ついた謎の商品なんですけども、こちらはですね椅子につけて使うものなんです。腰当てクッションというものです。ちょっとね後ろから見た姿がね何とも言えない何マスクしてんのみたいな、かなり面白い商品ですよね。
腰当てクッションなんでちょっと私つける位置がね上すぎましたね。ちゃんと腰に当てないとダメですね。かなり柔らかめではあります。しばらく私もね使ってみたんですけども、半日ぐらいでねもう取りました。ダイニングチェアとかで腰にちょっと空間が空いちゃうなって方はいいかもしれませんね。オフィスチェアはもともと腰がしっかり当たる仕組みになってるので合わなかったって感じです。レビューもすごく良かったので、腰がねなんかちょっと当てたいなって方はぜひ使ってみてください。で結局うちではですね、ステップスツールを子供がダイニングで足がつかない問題のためにこれをね使ってまして、それ用の座布団として使ってみました。あと見た目が面白い感じではありますよね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こんなんもおすすめですよみたいなのあったらぜひコメント欄で教えてください。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。